世界最大の砂漠は南極ですが、高温砂漠で最も大きな場所は皆さんご存知サハラ砂漠。その面積はオーストラリア大陸よりも広く、アフリカの3分の1を占めています。砂漠とは雨が極端に少なく、岩石や砂の多い土地のことで、植物はほとんど育たず、昼と夜の気温差も激しいため、その場所で生きていくことは動物だけでなく現代人にとっても過酷と言えます。しかしそんなサハラがわずか5000年前までは湖や川、草原が広がり、緑豊かで湿った地域だったと聞けば信じられない人も多いのではないでしょうか。この時期のサハラ一帯は緑のサハラと呼ばれ、象やキリンなど水辺を好む動物が数多く生息しており、人々は川や湖で魚を取り、動物を狩り、牧畜や農業を行って生活していました。緑のサハラを裏付ける証拠はエジプト、モーリタニア、チャド、ニジェールなど各地で発見されていますが、その中で最も数が多く最大の場所が今回の目的地、アルジェリア南東部に位置するタッシリ・ナジェールです。まずはその入り口となる町ジャネットに向けて首都アルジェから2時間半のフライトで 2000km を移動します。おはようございます。フライト時間が早い、朝早いです。5時30分の国内線で砂漠に行きます。朝5時30分出発です。あそこのモスクが見えますか？世界で3番目に大きいモスクはアルジェリアにあります。反対側の座席の方から日の出が始まりました。飛行機はまっすぐ南に進んでいることが分かって、なんだか感動です。マジで食事でできた。びっくり。アルジェリアは国土の 90% はご覧のような砂漠です。今回の目的地であるタッシリ・ナジェールとは、先住民の言葉で川の流れる楽園という意味で、砂漠の中にある大地上の山脈およそ 500km にわたる広大な国立公園となっています。アフリカ最大級の国立公園でありながら、アルジェリア観光ビザやアクセスの難しさ、そして国境付近の安全上を懸念して訪れる人はあまり多くありません。2013年に起きたイスラム過激派による人質事件はここから遠くない場所だったので、それが関係しているのかは分かりませんが、ここの空港の警備はかなり厳しかったことが印象的です。楽しそう。着きました。あったか25度やって、最高気温は35度らしい。全然寝てないんですけど、もう景色が砂漠の上を飛んでるっていう、あの景色が最高すぎて、日の出からもう何もかもがもう最高のフライトでした。2時間半楽しかった。砂漠の町ジャネットの空港です。飛行機から降りてすぐに警察にパスポートを提出しなければなりませんでした。その後ツアーガイドと合流して、ガイドがツアー参加者のリストを持って自分に代わってパスポートを取りに行くという流れだったので、国際空港よりも厳重な安全対策だと思います。ツアーグループ、ツアーエージェントと合流しましたので、これから4泊5日間の砂漠ツアーのスタートです。さて、そんなツアーガイドは現地に住む砂漠の民族トゥアレグ族です。個人旅行が許可されにくい地域だからこそ、常にトゥアレグ族が付き添う形で旅をすることができます。まず最初に向かったのはツアーエージェントが所有するキャンプ場で、大きな荷物をここに置きます。この時は毎晩ここで寝泊まりすると思ったんですけど、
タッシリナジェールは本当に想像以上に広くて、北海道くらいの面積があるので、戻ってくるのは最終日となります。めちゃくちゃ景色綺麗なんやけど、だいぶ寝落ちもしてます。インターネットが全然入りませんので、今どこなのかっていうのもあんまり分かってないです。まあ楽しいですね、それもそれで。After break we go this way? No, we go continue directly to our camp Okay. to take a lunch. Oh yeah. 国立公園だから入り口や事務所があると思ったらそうではなくて、ここから見えている景色のすべてがタッシリナジェールだそうです。空港からひたすら砂漠をドライブしてきまして、なんかランチ休憩。サラムアレイコン。サラム。メシメシ。こんな感じで、なんかランチ作ってくれてますね。メルシーボク。S'il y en a ici, il doit en avoir là-bas, je pense. N'importe où dans le désert. Ça leur appartient. On est chez eux. Mais il y a, mais ça dérange pas. Non, non. ツアーの参加者は日本人1人とフランス人夫婦3組で、あと1組の夫婦は2日目から合流します。とにかくこの時は眠かった。早朝の飛行機のために全然寝れてなかったので、目が決まってます。さて、再出発。初日の目的地はこの旅程で最も離れた 250km の地点で、そこから探検が始まります。買い物だってこういう砂漠の服を買うんだと思います。トゥアレグ族のターバンは長さ3メートルの布を使って頭だけでなく口元も覆うように巻きます。ちなみに伝統的な衣装は青色なので、トゥアレグ族は The Blue People、 青の民族とも呼ばれています。My name is Adami Tuhami. Here I born here in the village who called Janet. 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 Okay. And also they call it Tassili Najr. All this area, Tassili Najr. Okay. Are you Tuareg? Of course, I am Tuareg. Yeah. Tuareg, they are live in the Hog Desert in Algeria, Libya, Niger, and Mali. And their language of Tuareg is called Tamashaq. Tamashaq. Or Tamajaq. Tamashaq, And Tamajaq. also they call it Tamahaq. Okay. It's all the same, but Yeah. there is different. Yeah. Only the accent, Okay. Because the Malian people, they are Tuareg also. They said Tamashaq. Mm-hmm. But here in Janet, they said Tamahaq. Tamaha. Tamahaq. Mm. In Niger, they Okay. said Tamajaq. Tamajaq. Yeah. In Libya? Tamahaq. Tamahaq. It's the same, yeah. It's Okay. こうして初日の目的地に到着しました。今日はこの場所で泊まるんですけど、外でキャンプするかこの小屋で寝るかどっちでもいいよって。小屋の中はこんな感じですね。せっかくやし中で寝ましょうかね。こちらがバスルームです。典型的な感じですね。Like good. 숙소? Success. Couscous. French. French. Ah, Yeah. d'accord. Hello, followers. 晩ご飯美味しかった。まだ8時なんですけど、もうめちゃくちゃ眠たいんで、お先に眠りにつきたいと思います。おやすみなさい。また明日。おはようございます。顔すごいな。今7時半、12時間ぶっ通しで寝ました。めっちゃ寝た。意識的にさ、今ようやくアルジェリアにいるんだなって思ってます。意味わからんでしょ。よーし、楽しんでいきましょう。Ouais, mais c'est pas. On va partir, mais quand on va rentrer, on va retrouver nos amis. めっちゃ元気だ。 Tu vois, lui, il est parti. 朝食を食べまして、歩いてこの村の中にあるオアシス水源に行くということで、またこのキャンプサイトに戻ってきます。How to call this village name? Ihrir.
إيهال. but the real name in Damashq, our language, they call it Aharhar. أحهر. Aharhar, yeah. أحهر. Oasis town. Oasis village. Yeah, Oasis village. And it was like wheatland area. Wheatland. Yeah, wheatland. Palm trees. オアシスに必ずあるヤシの木ですね。古いお家にエアコンついてんじゃんあれ。室外機あるやん。このお家にもエアコンついてる。およそ1万年前、サハラが緑だった時代から人類が定住してきたオアシスで、イヘールの水は他と合わさり大きな川を形成していました。ここから湧き出た水が流れていって大きな水源になっていくそうですね。サハラが砂漠化するとその多くはなくなってしまいましたが、イヘールは現在も人類と生態系を支え続けています。つまり今日のタッシリ・ナジェールに多くの芸術作品が存在する理由は、これらのオアシスが人々に文明を築くことを可能にしたからと言えます。1982年にユネスコの世界遺産に、86年に生物圏保護区に登録され、ラムサール条約では世界的に重要な湿地とみなされており、よくよく考えたらそんな場所で泳ぐなんて良くない気がするんですけど、観光地化されてない今だから許されてるのかなとも思います。スベニエ。Souvenir. gift. Tanmir. オアシス見終わりました。キャンプサイトに戻ります。Let's go. Time to lunch. ランチの時間です。ありがたいですね。うわ。Betterave. En français. En français, Betterave. Betterave. うめ。出発です。次はどこに行くんでしょうか。次にイヘールから車で10分、イダレンという今は誰も住んでいない古い村にやってきました。This is the old village. Wow! You cannot like go by car or something like that. Only by foot. Only by foot. You cannot come in. What is the name of this village? Idara. イダル。 Idara. Before we was in this place where we are swimming, this valley is a big valley who distribute water to the other valleys. さて、ここで地図をご覧ください。現在地イダレンはここ、オアシスイヘールはここです。ここから水が湧き出て、その水は渓谷を作り流れていって、その先は多分この辺りに出てきて川になっていたと思います。なぜならここに岩絵がたくさん集まった場所がありまして、昔の人々はその川床で暮らしていたんじゃないかなと言えるからです。広域を見てみましょう。出発したジャネットはここです。タッシリ・ナジェールはこの全体なんですけど、その北側にイリジという町があって、イヘールはここ。どれもがオアシス、水が湧き出る場所です。イヘールからジャネット、この間のこの辺りの地域をエッセンディランと呼びまして、水は湧き出ないんですけど、大きな水たまりがあります。昔の人々は大事な中継地点にしていたそうですね。なのでイヘールの後はその水たまりも行くんですけど、次に寄るのはこの辺りにある岩絵、そして砂丘でキャンプをしまして、その翌日に水たまりを見て、そしてジャネット方向に戻っていくという流れで旅が進んでいきます。
ごい場所ですね。Name, And nationality? nationality, age, Age? and the date and time. We're gonna see some engraving. Ah, yeah. Yeah. ここでシューズオフにする必要があるそうです。They made it like it's like the colors of the cow, you know, when we see the white and the black, you know. Okay. It's not really clear. Not. Now there is other one is very clear. Ah, okay. Ouais, il y en a Yeah. d'autres qui sont. Ah, now I understand. Yeah. You can discover what's the meaning of this symbol. You see? Yes. Yeah, they made it like the Ah, bah, colors c'est la of vache là. La vache, oui. Ah oui, c'est ça. the cow who have like the corn like that. It's like African cow. Vous avez établi la date d'époque. Six, 600. 6000 et 800, 8000. Entre 6 000 et 8 000. Ah ouais. 1000 dinars Algérie. Ah, Do you have it? Ah, on dirait- On the other side. Ah, d'accord. Ah, gazelle. Gazelle. They take it from here, you know. Ah, It's the same position, like, ah Versailles. C'est vrai. Ah, ok. yeah. Tu vois? Ah. Il n'y avait pas le désert ici. Avant, c'était savane. Ah, c'est la savane. But here we was talking ça. about like the desert when it was like the savannah, you know. Savane, Yeah. ouais. Human wearing something Ah. strange, you know. Okay. For fighting or something? We don't know. Okay. It looks like a shampoo. Animal. Yeah. Hat. Hat. That's in Nigeria, it's like that. There is Ah. animal strange, you know. We never saw them. Okay. Strange animal. ご覧の通り、ここには動物の他に生活の様子も描かれており、砂漠ではなかったサハラの時代を物語っています。しかし約1万年前は石器時代、人々はまだ鉄器を持ってませんので、硬い石を使って彫刻したと言われていますが、石で石を掘るなんて信じられますか？この辺りには奇妙な形の岩が多いことが映像でわかると思いますが、実は砂岩が多く自然の力で削られていくんです。例えば火打ち石なら簡単に手に入る硬い石なので、それを使って砂岩に彫刻することは可能。ただし超大変な作業には変わりないと思います。そして砂岩に掘られた絵だからこそ、まるで奇岩が作られるように長い年月をかけて鮮明さが失われていく姿には、これまた感慨深いものがありました。Elephant? Elephant. What you see? Ah, The okay. eye, Nose. horn, こんなところに絵があるなんてよう発見したね。本当すごいと思う。そして昔の人がここに絵を残したっていうのもなんか奇跡的ですよね。感動した。っていう感じで岩絵、こんなのがあといくつかあるみたいで、それを巡っていくツアープラス絶景、こういう景観ですかね、そういうのを楽しむような感じだと思います。なんかこの後の日もめちゃめちゃ楽しみ。砂漠です。サラムアレイコン。本当に美しいです。何かがあるってわけじゃないんですけど、砂漠って何ですかね、不思議です。神秘的。タイヤの空気圧を減らしてから砂丘にドライブ。レッツゴー。この一番でっかい砂丘を上まで登ろうっていうことで、もうサンダルない方が歩きやすいと思う。うわー、めちゃくちゃ綺麗。ビューティフル。めっちゃ綺麗。やばない？見てよ。うわ、綺麗。サンセットになったらもっと綺麗やな。
Coming to see the bread. Coming to see the bread. おお、ブレッド。 This maybe. Comme ça. Comme ça. Comme ça. これ衝撃的じゃないですか。砂漠の中でパンを焼くってそういうことなんですね。How many? How many minutes? 30 minutes. À peu près. 30. 30 minutes. 30 and minutes. Then he will take it out. Then he turn it. 30分経ったらひっくり返して15分くらいで焼き上がりだそうです。さてパンが焼き上がりました。 C'est galette. Galette. ガレット。 Oui. ナイフを使って削るように丁寧に砂を取ります。これが一番大事な工程です。その次は水で洗うように小さい砂を取ります。パンに水をかけるなんて許しがたいと思うかもしれませんが、この料理は基本的におかゆになるので、どうせ濡れるからいいみたいですね。What is the name of this? Padilla. タジェラ。 Padilla. タジェラ。これが砂漠の遊牧民トゥアレグ族伝統料理タゲラです。砂漠で焼いたパンを混ぜたパンがゆ。ビスミラー、ボナペティ。確かに砂は混じってたんですけど、味噌汁のあさりくらい少ない量だったので圧倒的に美味しさの方が印象に残ってます。めちゃくちゃうまいわ。パンの歯ごたえすごい。牛肉。肉の濃厚な味が染み込んでいて本当に美味しかったです。うめ。それじゃあおやすみなさい。11時です。どんなところで寝てるか明日の朝見せます。おはようございます。朝7時です。見てこの景色。すごくない？キャンプしてるところ、車見えますかね？そっから砂丘の上まで登ってきて、こんな感じでマットレス敷いて寝ました。最高の朝です。Je l'ai changé à 250, à 249 et à 200. Il y avait 400 000 francs. You sleep well? Super, bien dormi. When the Islamists came, Tuareg was existing, you know. Maybe they wasn't like Islamic, but after that, when Islam came, Tuareg they accepted, and they are Muslim in Mali and Libya and Niger too. Yeah. All of them, most of them, they are Muslims. それじゃあ今日もスタートです。こういう未舗装の道をピストと呼び、語源はフランス語です。ピストバイクのイメージの通り、ピストは舗装された道を指すことが一般的なんですけど、アルジェリアやモロッコなどの北アフリカでは未舗装の道という意味で浸透しています。個人的には道というよりもただ車が通っただけの跡、わちというのが近い言葉だと思います。タッシリナジェールの絶景や岩絵はそれぞれが結構離れていて、どれもこのようなピストをドライブする必要があります。 What is the name again? エッセンディラン？アッセンディラン。アッセンディラン。そんなところを歩いてディスカバー探索していく今日の予定です。1個目。Is this campsite?
this counts like for the nomad who's living here for long, long, long. Nomad? Yeah, old man here, he was living. The first person he lived here, and now he's died. He has his family, or they still living right here. Still living? Yeah, they still living also here. It's like before they was moving, but they are keeping like living here for a long time. Okay. Doesn't move. 景観がすごいですね。切り立つ崖、キャニオンっていう感じです。アラビア語でゲルタと呼ばれる水たまりを見に行きます。サハラ砂漠を移動する遊牧民にとってゲルタは命綱となる存在で、休息や補給の場として利用されてきました。多くの場合このような絶壁や峡谷にあり、雨が降ると水が集まりやすく蒸発しにくい形状をしています。 Ancient people come here to drink water. Or to drink some water. To continue travel. To continue travel. Yeah. Okay. In the road, maybe there's no water. Yeah. They have to be inside here to find water. Wow. エッセンティラン。水たまりですね。オアシスではないです。雨によって水がここにたまる感じ。しかしすごい色の泥水ですけどね。昔はもっと綺麗だったんでしょうか。わかんないけど、まあそんなこと言ってられへんかもしれんね。泥水だろうと生き抜くためにはこれを飲んで次のオアシス、街に行くしかなかったという、そんな感じの時代もあったと思います。駐車場に戻っていきました。ランチです。ツアー3日目、まだ半分ですが飲み水がなくなったので近くの井戸から水を補給します。そのついでに現存する本物の遊牧民キャンプが近くにあるということで少しだけ会いに行くことになりました。ノマドコミューンセトルメント、どんななんでしょうか。見に行ってみましょう。The nomadic life is traditional. The nomad, they are existing until now. Life is developed, you know. Yes. There's too many things. You have to be in the town. They have to be Yeah. in school. Yeah, they yeah, have yeah. to learn. They have to work, you know. Yeah, because you see, like in the nomad, it's a hard life. Yeah. Yeah, exactly. Always people looking for water, looking for the plant, looking for the Food. You know, that's why they have to bring their child to the town to study or to work. That will help them to bring the Yeah. food and everything for them mothers and father like that. こちらはノマドの女性たちによるポーチ、ブレスレット、手芸品です。Kids, so cute. The kids, so cute. Nice place, hein? Nice place. It's traditional. Traditional. Seul avoir acheté, hein. Tuareg. Tuareg nomad. Tuareg nomad. Language? Long? Tamashok. Tamashok and Arabic. Arabic Tamashok. トゥアレグ族の遊牧民キャンプを出発して次に向かいます。この辺りは砂丘よりも硬い地面になっていて、砂漠といってもいろんな地形があるんだなと感心していました。Our idea is like a grave, but not normal for normal person. For the leader or the king, it's like Yeah. yeah, How many years ago? 6,000 or until 5,000. Okay. Okay. そしてこの辺りの景色に注目です。雨や風、自然の力によって浸食された岩たち。数億年という気の遠くなるほど長い年月をかけてできたタッシリナジェールのハイライトともいえる景観です。アーチ状や柱状、中には逆三角形のような奇妙な形もあり、同じ惑星にいるとは思えないような気分になります。
特にこのエリアは剣のように尖った岩が多く集まっていることから剣のコレクションを意味する現地語ティコバウィンと呼ばれています。 We're gonna camp here? We're gonna come here, yeah? Okay. You like to play? Ah, yes. Fais le maquillage. Maquillage. Ah, Il frotte comme ça. oui, oui, oui. Oh, Après, il met dans la bouche comme ça. ah, oh. Et c'est les femmes. Et après, tu vas joli. Et c'est le naturel. Ah, naturally. D'ici jusqu'à 5 jours, tu trouves le pot, il est bien. Ah, intéressant. タッシーナジェール国立公園と呼ばれる敷地内の一部だと思うんですけど、なんせ毎日電波が一切なくてですね、現在地もわからなければ、ここは一体なんて名前なのかっていうのもいまいち聞き取れてないっていう感じで、後から調べてどこまで情報を足せるかもちょっと謎なんですけども、とりあえずですね、1万年前の人たちが描いたと言われるような岩絵っていうのはタッシーナジェール国立公園の中にたくさんあるらしいんですけど、今回の5日間っていうパックツアーでは間に合わんということで、この辺りで岩絵っていうことで、今日はでもそれないんかな、明日多分見れると思います。ちょっと楽しみにしてたんですけど、まあ残念、それは仕方ない。とにかく今回の一番の目的は、この砂漠ツアーに参加することによってアルジェリアにビザなしで入れるのかどうかっていうのを試したかったので、もうある意味目的は達成してるんですよ。本当にいかに楽しめるか、ボーナスタイムみたいなもんなんで、残りの日程も存分に楽しんでいこうと思います。雨降ってきたな。Hello, how are you? How are you? Acai. Bismillah. ビスミッラー。デーツめちゃめちゃうまい。取れたてフレッシュですね。 Bismillah. ビスミッラー。 Bonne nuit. おいしい。ああ、おいしい。おはようございます。昨日、今日とこういう感じで野宿、シャワーなどはありません。トイレもその辺にしてるっていう感じですね。僕は慣れてるからいいんですけど、参加者の女性たちは大丈夫なんでしょうか。多分今日の夜はシャワーがついたところに泊まるんでしょう。むしろそれよりもカメラの充電がなくなってきていることが一番の心配事。グループ全員それは一致してるはい、ということで今日も楽しんでいきましょう。Merci Merci. 風呂入ってないからな。 Bonne idée. Let's go. OK。 1950年代、フランス人考古学者エンリ・ロートはタッシリナジェールで岩絵を調査しました。その結果、なんと1万5000点以上の絵が発見され、彼はこの場所を世界で最も偉大な先史時代の屋外美術館と呼びました。They are showing us the life of these people, religious and the way that how they are living. Yeah. Exactly. On that painting, we can see people they are hunting because they are taking the sword. Yeah. And in the other way, you can see some people, group of them, it's like running or maybe dancing like that. Women like that. Look. Look, Yeah. the dress that they are wearing is like a new dress, like the clothes that we can see in this in that time. See, and here we can see women. They are doing like homework. You see, they are sitting, but it's not really clear. You see. これらの絵はそれぞれ異なった時期に描かれており、およそ1万2000年前から2000年前というかなり長い期間にわたっているため、4つのピリオドに分類されています。We can classify it as a four period. This one's like hunting,
And the second one, like pastry. Pastry is like he started like to know how to use the animals and to in his life. Third one, like you can find the horse and the camel, the camel, like that. 人が乗ってるわこれ。もう今にも消えそうですね。人がここに書かれてます。 This is Luke's cow. The people here. Most of people they are asking us, it's like how they made this color and it stayed for 1,000 years ago. Until now, the researchers they doesn't like find the material. Some of them they said they use like blood of fish. Okay, fish. Fish, yeah. The fish was exist in that time Yes, when it was like green green and lake, Yeah, exactly. river. Exactly. We have the red one. Red one we can find it like there is a rock with some blood Yeah. of fish and something else. And the white one also, and the ocean. Ocean we can find like the rocks. like Rocks. that. They use it directly. Acre, oui, en français. ouais, Ocre. ça s'appelle. Enfin, le maquillage, Yeah, hein. yeah, Hein? maquillage, oui. Il a trouvé une pierre. Oui. Ah oui, Iliana, Iliana. Yeah, the, yesterday. The women they use it, you know. They, Yeah, they yeah. take like a small stone. 面白い。1万年前とかそういうものすごい昔の新石器時代の話です。これを登るんか。すごい場所にあるね。うわー、すげえ。Here they are hunting. They are taking some sword in their hand, and here they are wearing strange clothes, as what we see here. Yes. Always at 6 until 8,000 BC. The first guy Yeah, he's have a taking the sword sword in his hand. Yeah, I see. to go to the fighting, or But look to the others also, taking hand to each other. When they draw like a human as what we see now, it's okay, but strange animal. It's like strange animal. yeah, it came, they saw it, or they just like in his imagination, or yeah. You understand? Yes. Maybe they are visiting these people. なんてこった。現在はこういう岩の崖の下ですけども、8000年前、6000年前、当時はどんな景色だったのかな。想像すると楽しい。実はそれぞれの絵の場所は結構離れてまして、今回のツアーではあともう1箇所、この翌日に行きます。ということでランチ、先回りして作ってくれていること、本当にありがたいです。Bon appétit. Iただきます。Ouais, t'as la vinaigrette. Sauf que là, je te montrerai après. Il y a juste plein de trucs. 雨が降ってきたのもあるし、2時間3時間ぐらいのランチ休憩でした。再出発。キャメル、シャム。足に紐つけてないから野生っぽいですけど、どうなんだろう。野生っぽいですね。ラクダはとても記憶力が良くて、日中は自由に放牧するんですけど、夜に自ら拠点に帰ることが普通らしいです。だから野生とは呼べないのかもしれません。そしてこの時、吹き飛ばされそうな砂嵐に遭遇しました。アダイク。アダイク。本当に景色がすごいです。ここは特に尖った岩が集まってますね。風の力でこんなことなんのっていう不思議。本当にこんなすごい景色見てしまうとさ、この先何を見たら感動するんか、それが逆に心配になるぐらいすごい景色です。
We go? Okay? インテレスト。砂漠で生えるスイカのような果物、夕飯の後に食べてみます。晩ご飯です。パスタ。Merci. Santé. Santé. Oh Moïse, tu vas où? 砂漠の中で生えてたスイカ、色赤くない。Un peu sucré, ouais. Un peu sucré. Un peu sucré. Non, non, Alors? 全然甘くない。 goûtez-la, goûtez-la, faites passer. こうして星空と静寂と奇妙な形の岩に囲まれた砂漠で最後の朝を迎えました。おはようございます。昨日もこんな感じの場所でキャンプしまして、電波なし、シャワーなし、電源なしで4泊5日が過ぎました。日没後に電波がないからとにかく喋るしかないんですよね。毎晩喋ってます。フランス語で。僕はだから 10% ぐらいしか理解できてないんですけど、たまに英語で翻訳してもらいながらなんとか会話はついていってます。その中で印象的だったことが、今回のツアー参加者すごくいいメンバーが集まってて、こういうタフなスケジュールなのに誰もネガティブな空気出さないし、空気悪くしないから、伝統的なトゥアレグ族のライフスタイルっていうのを経験できてて、非日常ですごく有意義な時間が過ごせているみたいな話を昨日してました。ということで、そんな楽しい砂漠ツアーも今日が最終日。楽しんでいきましょう。車少し準備かかるんで、みんなでさっき歩いていきましょうかっていう感じです。 How are you? それじゃあところで、なぜサハラはサバンナから砂漠になったんでしょうか。実はサハラが緑だった1万年前よりもさらに過去は砂漠だったんです。これは簡単に言うと、地球の自転と公転が関係していて、この周期は2万6000年。今から1万5000年後には地球は再びサハラを緑に変える状態に戻っていると予想されています。こういう壮大な話が好きな人はミランコビッチサイクルで調べてみてください。ただし、いつかサハラが緑に戻るとは言っても、現代の人口増加や過放牧、環境破壊による急速な砂漠化は明らかに解決しなければならない問題となっています。クライングカウ、泣きの牛、そんな名前の岩絵彫刻です。 The face is here, you can see the eyes And chair. Ouais. and corn là. Ah oui, il y a les cornes. Second one is here. C'est un taureau, ça. Third one, this one is more clear, you see. Ouais. You can c'est see moins also the tears drop. Ah oui, here, les yeah. larmes. It's like crying like that. Other one is in this way. Four? There are four. Four cows. Yeah. People they're always asking why is it crying? Yeah, why? Yeah. Something strange, you know. Yeah, strange, yes. Yeah. This area before savannah there is water is all green. Yeah. And this convoy of cow, always when they came here, they find water and plant to eat. And that time when they arrived here, they never find there is no water. Like the extent and la sécheresse. Ouais. Ouais. Yeah, they Réchauffement doesn't find climatique. any water. Here we can see the man who made this engraving. It's not like the cow she crying. He cry. He want to explain us. He doesn't find water. That's why he made this engraving with the cow. He's crying. He doesn't find water. That's why she's crying. How many years ago? 6,000. 6,000 years ago. この絵は深く彫られていることで立体感があり、とても完成度が高いことがお分かりでしょうか。これまでに見てきた絵の中で明らかな違いを感じました。そしてこの周りも見てください。他と違って岩の少ない砂丘の中で孤立したようにそびえ立っていること、何か神聖で特別な場所なのかもしれません。今日までの日程でほぼ全部砂丘、砂漠の上を走って巡るような内容だったので、普段やってる自転車旅では不可能ですね。
いやーすごいです。 4WD ランドクルーザーということでこれが最後のランチ。砂漠ツアーは今日が最終日です。 Profiter des magasins. Alors Ok, après, vas-y. qu'on aille manger là-bas. Ouais. ランチの後ツアーエージェントが所有するキャンプ場に戻り4日ぶりのシャワーを浴びて最高の気分になったんですけど問題発生です。なるほど。ジャネットから次にバスで旅しようと思ったんですけど、それはダメみたい。ジャンダルメっていう国家警備隊っていうのがあるんですけど、その彼らに僕が旅行者がね次どこに行くかっていうのを全部伝えないといけなくて、基本的にはジャネットに来たら砂漠ツアー終わったら首都に戻るっていうことになるみたいけど、首都に戻る飛行機が今日明日全部フルで、コンスタンティーンっていうね首都じゃないけど海沿いの町に行くしかないという感じになりましたね。結局アルジェリア南部を外国人が旅行したいなら行きたい町で現地ガイドを頼めば許可できると言われました。北部の都市ではそういう規制はないんですけど、砂漠地帯ではそういうルール。自由に旅行することはまだ難しいようです。ジャネットの中のハヌートと呼ばれるコンビニみたいなところに来てみました。すごいスパイスいっぱいある。 The same name? You call Tajin? Yeah, they cook all in Morocco and Algeria. Algeria, yeah. Wow. ジャネット空港がそこに見えています。最後は砂漠でディナーとコンサート。This is the final question. Do you recommend to travel to Algeria? I give you only one example. Like Yeah. you came from north to the south. That means that I cannot say you turn all Algeria. Here it's safe. I don't think so. There is something like terrorists. There is it's so safe, and all the guests that we meet here, that is safety, and they feel comfortable. Yeah. And I am here to answer for all what you wanna ask. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. See you. See you. Soup です。最後の Et elle donne des solutions. Elle donne des solutions pour. I like this. You like this? Yes. 砂漠で焼いたパンのおかゆです。 On a dit qu'on faisait le service un tour à chacun. C'est entendu. わあ、別れ惜しいですけど、フライトが迫ってますんで。ジャネット・ディスカ・エアポート。はい。本当はね、こっから砂漠をバスで旅したかったんです。それは警察が許さないっていうことで、飛行機で首都の方まで戻らないといけない。でそれチケット取ってなくて満席だったんですよ。それでコンスタンティーンっていうアルジェリア北部の町に今から移動します。今荷物チェックのとこなんですけど、いつ到着したんだっていうこととエージェンシーはどこだっていうのを結構入念にチェックされてます。パスポートを預けた状態で荷物チェック先に済ませろっていう感じですね。ボーディングゲートに入りました。このねスタンプが押されるんですよ。これがチェック済みっていうことでボーディングパスが有効になりますね。ジャネット出発コンスタンティーヌに飛びます。ありがとうジャネット、また来ます。ここまで長い動画を見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。次回はコンスタンティーヌ、橋と渓谷が美しい国内第3の都市を巡ります。それではまた、さようなら。